こんにちは、ゆかです。なんで人って本当にやりたいことでこそ先延ばしにするのかなってちょっと最近考えてて、それがね、私、ずーっとこれからね、残りの人生、自分の好きなことだけして生きていきますって話したじゃないですか。で、その中にはね、いくつかやりたいことっていうのがあるんですよ。できるだけ娘と時間過ごして、いかに私がこの世からね、体がなくなった後も娘の中にね、生き続けられるかっていうことをやっぱり考えて、娘と過ごしたい。それと、本を読みたい。もう世の中にはすっごく読みたい本に溢れていて、で、読みたい本がいっぱいあるんだけど、さらにね、どんどん本って出てくるから、読みたい本のリストがどんどん増えてきてるんですよ、私。で、読んでない本が、このね、なんかね、Kindle の中、ちょっとごめんなさい、興奮しちゃった。Kindle の中に溜まってて、積んどく状態になってるから、それをね、どんどん読んでいきたい。で、この1ヶ月間休暇取ってる間、4冊ぐらい読めて、すっごい楽しかったのでね、このまま行きたいなって思うのね。あともう一つずーっと言ってて、なんなら一生言ってるんだけどなかなか進まないのが文章を書きたいっていうことなんですよね。で、私の中でね、他にもある。ちょっと、もっと健康になって疲れ知らずの体になる。それも大事。と、あとね、ちょっとね、ちょっとスリム化を図りたいと思ってます。そうね、私、背がちっちゃいので152なんですよ。だから、で、152で、なんかね、この胸が豊かそうなので、なんか余計広がって見えるんだよな。だからね、ちょっとね、もうちょっとスリム化を図りたい。そうね。で、戻ってね、このね、文章を書きたいっていうのね、もっと言うとね、私、物心ついた時から本を書きたいって思ってた。ちょっとね、あの、少しね、恥ずかしさもあって、この YouTube でも文章を書きたいってずっと言ってたけど、本当のところを言うとね、本を書きたい。うん。で、物心ついた時からずっとそれを思ってて、今45歳ね。何も書いたことがないかっていうと、そんなことはない。外向けの文章をね、書くのが仕事だったから、いろいろな文章を書いてきたし、ある意味文章はいろんなとこに書いてきたけれど、でも本を書きたいとかね、そんなことを思ってても、子供の頃に遊びの一環として挿絵自分で書いた物語をね、ノートに作ったりする以外、ちゃんとした本っていうのは書いたことない。で、本当ことあるごとに、この文章を書きたいっていうんじゃなくて、本を書きたいっていうのがね、私の中にやっぱ戻ってくるんですよね。ところどころでね、忘れることはあっても、やっぱり完全に消えることがなくて、文章を書いて、それで、お金をもらうことで、ある意味ね、生活が成り立ったりしたら、それは幸せでしょう。でもね、その文章を書いてお金をもらってる時も、私の中では、それはもちろんすごく幸せなこと。で、その喜びをすごい感じるんだけど、でも、やっぱりなんかね、ふっと我に返った時に本を書きたいっていうところに戻ってくるんだよな。本当のプロの作家になるための講座とか受けたこともないし、そういう学校にも行ったことはない。唯一あるのといえば、Kindle の出版に関するアメリカの講座を、オンラインで受けた。それぐらいですね。うん。私、やっぱりここの本書きたいってとこに戻ってきてて、みんなわかるかな？
この自分が本当にやりたい、この世に生まれてきて思いつく限りこれやりたいって思ってたことに思っていることに限ってやらないっていうこの現象そういうのっていっぱいあると思うんですよね。それを抱えてる人っていっぱいいると思う。でね、私、それに気づかされるタイミングっていっぱいいっぱいあったんですよね。今こう考え直してみれば。私が友達になってきたり、近しくね、付き合ってくれた人たちの中には、私よりね、ずっと年上の人たちもいたし、そういった人たちもからもね、本当は本を書くのが夢なんだって聞いたこともある。でもね、私、いつも、書けるよ。書いてごらんって言うんだけど、自分では書いてなかった。本をね。で、私にとってのすごく大切な人、15歳年上の人、その人もずっと本を書きたいって思っていたけれども、自分にはその本を書くっていうエネルギーがないって言って、とうとうね、人生の終盤まで来てしまってて、彼はすごくいろいろな経験をしていて、いろいろな体験をしていて、すごく、激動のドイツに生まれて、いろいろなところを通ってきた人だから、多分、私との15歳っていう年齢差だけじゃなくって、もっともっと特殊な感情っていうのも、もっと言うとね、今、日本で生まれて育ってる人たちが感じたことのないような体験だったり、感情だったりっていうのをちゃんと通ってきた人なんだけど、でも書いてないんですよね。でね、その人のことばっかり言うのもなんだから、私のところに話を戻すけど、私ずっと本を書きたいって思ってた。で、私はね、それを今ね、こうやって YouTube で話すまでは、多分誰にも、そのドイツ人には話したか。その人以外ね、私が本当に人生で一番やりたいことって本を書くことなんだっていうのは誰にも話したことがなかった。で、もっと言うなら、物心ついた頃から本当にやりたいはずなのに、やってこなかったことの一つも本を書いてないこと。なんか言い方が変だけど、長いこと生きてても、やりたかったはずなのにやってないことでもある。で、それはやってないけど、でも、で、そうとはいえ、生きてる間にやりたいと思ったことってやっぱりやってきてるのに、どうして一番やりたいことだけやらないっていう習性が人間にはあるのかなってちょっと思ったんですよね。私もやってきてない。で、周りにもね、私にすごく近い友達、そのドイツ人の友達とかもね、一生やりたいはずなのに一生やってないってこといっぱいある。なんかね、それってどうしてなのって思い始めたんですよね。私はね、すごく自分にね、いろんな言い訳を与えてきてた。やらなかった理由としてね、今話すとね、本を書くっていうことは、ものすごく、経験豊かな方が得だと。だから、ある程度の年齢になったら、年齢を重ねれば重ねるほど優位なんだ。だから先延ばしにしようっていうのが、この45年経った私の言い訳ね。でもね、それだけじゃないんですよね。私の周りの人とかの話を聞いてね、これはやっぱやってみたいなって思ったけど、まだやってない。これができるといいな。
この死ぬまでにね、できるといいな、みたいなことをね、話す人っていっぱいいるんですよね。で、私が今思うね、どうして人間って、みんながみんなとは言わないけど、人って本当にやりたいことこそ、やらないように避けて生きていくのかなって思うと、その理由って怖いのかなって、自分のことを考えてみても怖いのかなって思って、例えばね、私について言えばね、本を書きたいってずっと思ってる。で、なんとなくそう思うってことは、そのね、文章を書くための養成学校に行ったりだとかね、小説家になるにはみたいなね、その講座を受けたりとかもしてない。なのに、ずっと自分の中に書きたいっていうこの湧き上がってくるものがあるってことは、書かなきゃいけないんだと思う。それが長編なのか短編なのか、まあ、エッセイみたいになるのかわかんないけれども、書かなければいけない人間なんだと思う。こうやって湧き上がってくるってことはね、その人間は眠るものだ、食べるものだっていうのと同じように、私の習性として書かなければいけないんだと思う。でも、だからこそ、私がね、本を書いたときにね、その本が、私がね、期待するほど、誰かに読んでもらえなかったら、とか、誰も読んでくれなかったらってことだな。期待するほどっていうか、まあ期待は、どこを期待していいのかもわかんないんで、ぶっちゃけね。そう。だから、その何が私にとって多分怖いのかっていうと、私は書かなければいけない。生きるってことは、書くってことが組み込まれているような人間なのに、私が本を書いたときに、その本は誰にも読まれないかもしれないっていう恐怖。で、もう一つの恐怖は、仮にそれを誰か読んでくれたとしても、読んでくれる人たちがいたとしても、その人たちにとって何も残るものを残せなかったらどうしよう。その人たちにとってのプラスにならなかったらどうしよう。全く評価されない作品だったらどうしようっていうその恐怖。それかなって思うんですよね。だからね、人って本当不思議なんだけど、欲しければ欲しいほど、やりたければやりたいほど、手に入れない、やらないみたいなね、その、その先にあるかもしれない恐怖を乗り越える術っていうのは、その挑戦にまだ面したことない自分っていうのがあるわけだから、そこのね、自分とどう向き合うのかっていうのをね、やっぱり無意識のうちに恐れて避けちゃうのかなって思ってる。うん。でも、私、やっぱり、その、ドイツ人のね、ソウルメイトの人に、45年間生きてきた中でその人にだけ、私本当は本を書きたいって、私本を書くことが人生の夢だって話したんだけど、やっぱりね、その恐怖に立ち向かわなきゃいけないって私はやっぱり思った。っていうのがね、その恐怖のよりも大きい恐怖っていうのにね、気づいたんですよね。っていうのは、私の書いた本が誰にも読まれなかったり、誰にも評価されないっていう恐怖以上に、もし私がこの命が尽きる時まで、もし本を書かなかったとしたら、私の人生、私の今までの経験、今までの感情、私のせいって何だったんだろうって。もちろんね、絶対人間生きてれば、周りの環境、周りの人に影響を与えるものだから、
誰かの命が意味のなかったなんてことは絶対にない。でも、私の中で、自分の魂を輝かせたいと思ったときに、仮に私の書いた本が誰にも読まれなくても、誰にも評価されなくても、散々酷評されても、なんなら見向きもされなくても、やっぱりその本を書かなかったら、私すごい後悔するかなって。あの本、もし書いてたらどうなったんだろうってずっと思い続ける。で、その本が書けなくなる時っていつ来るかわからない。いつね、この体がね、終わりを迎えるかわからない。いつ私の目が、手が思い通りに動かなくて誰かの手を借りなければ文章が残せないかもしれないっていう状況が来るかもしれないしね。でもね、この目が思い通りに動いて、手が思い通りに動いて、思考がまだちゃんと回ってくれててって、このね、自分の思い通りに自分が動かせる状態で存在している間にやっぱり本を書かなければいけないと思って、そのね、人がなんで本当にやりたいことこそ避けて通って後回しにしてるのかっていう恐怖のそのまた向こうの恐怖、もしやらなかったら私の人生終わるときに、火が消えるときにどう自分が感じるのか思うのか、そこのところを考えたらそっちの恐怖の方が大きい。恐ろしい。で、仮にね、もしかしたら本当に誰も読まない本かもしれない。でもね、もしその本が一冊でもこの世の中に残ったとしたら、それがきっと私がいなくなった後でも、この体の状態でいなくなってしまった後でも、私の娘は読んでくれるに違いない。読んでほしい。そういうふうにね、思う。読んでくれるに違いないと思う。だからね、書こうと思います。そう。そのね、決意表明。決意表明です。うん。ノートもね、アカウント作ったけど、でも、多分、ブログって、前もちょっとやったことはあるけど、多分本当に私のやりたいことではない。やりたいことではないっていうとちょっと違うんだけれど、でも、結構ブログって SNS に近いものがあるように思ってて、そのね、評価の積み重ねるシステムだとかもね、多分、本とはちょっと違うと思うんだよな。その本として出すのとは。だから、ノートもね、何らかの形ではやりたいなと思う。やっぱり私には絶対的に文章を書こうとしたときに、今の私はやっぱりもっと文章を書く練習が必要だし、そう。やっぱりやろうかなと思う。でも本を書く。本を書くわ。うん。で、私はもうね、45歳なわけですよ。多分ね、伝統的な方法で言ったらね、小さい頃の私が想像してたのはね、本を書き終わりましたと。で、出版社、どっかのところで出版してくれるっていう話になる。で、それで書籍化ってなると思うんだけど、でもね、45歳の私はね、本当に、1年でも2年でも貴重なわけですよ。で、商業出版ってね、聞いたところによると、まあまあ時間がかかるらしい。書籍化するまでね、企画から書籍化されるまでね。でね、仮にね、私がね、出版してくれる出版社を見つけるまでね、その原稿をずっと送り続けたらね、どれぐらい時間がかかるかわかんない？なんなら、一生かかるかもしれない。私の文章だとか、市場の求めるものが
なんか、合わなかったらね。だから私は、前に、Kindle 出版の講座をアメリカで受けたので、その内容がアップデートされてるのをもう一度ちゃんと受講しようと思う。で、日本じゃなくてどうしてアメリカなのかっていうと、やっぱり電子書籍、商業出版よりも電子書籍の方が早くいけるじゃないですか。私ね、時間がないからね。時間ないってことはないよ。だけど、もうなんか10代とか20代の本書きたいと思ってますっていう人と比べたらもうなんか圧倒的に時間が足りないんですよ。なんか出版社にゆっくりゆっくりなんか原稿を送ってる場合じゃない。本当にそんな時間もったいないからね。人生のね。もっとやることがいっぱいあるのよ。でね、私書籍を出版するって言ったら、電子書籍が私にはね、一番今いいと思う。すぐに、流通に載せられて、すぐに読んでもらえるっていう状況を作る。で、その中で Amazon が、私も Kindle で本を買うし、紙の本だけの時もやっぱ Amazon に行くから、Amazon の Kindle 出版がいいのかなって思ってます。で、その文章を鍛える意味でノートはやる。ノートっていうのはやっぱ大きい未来があると私はね、感じるの。そう。なんかちゃんとやってないくせにね、何言ってんでしょうって感じだけど、でもね、なんかね、すごい可能性があると思ってて、まあそれはまた違うところで話すわ。なんだけどね、そう。で、電子書籍で言うとね、肌感覚だから本当かどうかはわからない。でも、何かの本が商業出版されてから電子書籍になるまで、Kindle で出版されるまでの時間って、絶対に英語の本の方が早いんですよね。日本語の本って、紙の本になったのが、電子書籍になるまでの時差が多少あったりする。あるいは、電子書籍化されないこともあったりする。で、やっぱり、それを考えるとね、アメリカに Kindle 出版のモデルを学んだ方がいいのかなって思うのが一つ。それと、英語で出される本って、やっぱり量が多いんですよね。英語を話したりだとか、まあもっと言うと英語で情報を取ってる人たちだったらわかると思うんだけれど、世の中のインターネットに流れてる情報の大部分が英語で占めてる。英語って、英語を母国語とする人たちだけの言語じゃなくて、この、なんだろうね、ニュートラルな、なんか国で言うとスイスみたいな言語だからね、みんなに話した時に伝わる言葉っていうと、じゃあ英語にしましょうみたいな感じで決まるでしょ、よくね。それと同じように、このミドルグラウンドだから、英語の本っていうのが、それと同じように、やっぱ、この世界中のね、市場の中では、英語の本ってやっぱ出版されてる冊数って多いと思うんですよ。で、その、英語の本を出版している大きな市場を持っているのがやっぱりアメリカだと思っていて、この広告ね、広告の世界でもやっぱアメリカの広告ってやっぱ単価高いのって、それだけの価値があると思うんだよな。まあ、ちょっと話がね、ちょっとずれちゃうから、まあそれはさておきで、まあとにかく出版件数だとか経験が多いと思うので、日本にもね、もちろんこの Kindle 出版についてのコースっていろいろあると思うね。なんだけど私は前取った、その Kindle 出版のコースを最新の状態でもう一度受講しようと思います。で、そのコースが私いいなって思ってるのが、そのコースを主体になって作った人が、Kindle 出版でずっとコンスタントに収入を得ていること、それと、その人は Amazon っていうプラットフォームでもコンスタントに商売を得てる。だから Amazon の昇流っていうのも長けてる人だと思うので、やっぱその同じ講座をね、もう一度ちゃんと受け直そうと思います。うん。
で、私、本書くわ。うん。そう。やっぱり、ちょっとね、なんかこれは私のね、自分語りみたいになっちゃったけど、これを見てる人にね、ちょっと考えてほしいのが、ちょっと思い出してほしいのが、一生やりたかったけどやってないことってありません？絶対みんなあると思う。どっかで考えないように考えないように、わざと道を避けちゃったような夢だとか、なんかあるんじゃないかと思う。ずっと小さい頃からこれやりたいって思ってたけど、でも自分にはダメって勝手に自分でやってみてもないのに決めちゃった人、やってみた人はいいよ。でも勝手に自分で思い込んで決めちゃった人、絶対いっぱいいると思う。これ見てる人たち。私もね、母がね、私の母はかなりパワフルです。で、その力強さをね、口でも力でもね、表現できる人。良くも悪くもね。で、そのパワフルな母でも、どこのタイミングかは私覚えてないけど、ずっとマチュピチュに行ってみたい。マチュピチュの遺跡に行ってみたいって言ってたんですよ。でも、彼女は60超えてて、まだ行ってない。で、多分行かないと思う。本当にね、そういう感じでね、私にとっては本を書きたい。で、周りの人だとか先生とかにもいつか本を書いてみるといいよって言われても、本を書いてみたいってことすら言わない。失敗した時怖いから。なんかね、そういうことがあると思うんですよね。本当は本当にやりたいことなのに、一番自分がやりたいことなのに、一番見たい景色だったのに、そこに行ってみてない、それをやってみてない。で、やってみるまで本当にダメかなんてわからないのに、勝手に自分でやらなくしてる。勝手に自分で諦めてる。そういうことがね、誰にでもあると思う。本当にあると思う。で、私はね、結婚するっていうことも、その、ちょっとしたね、日常のいざこざとかいさかいとかはあっても、あるけど、このなんか平和なね、家庭を築く、この結婚するってことは私は諦めていた。自分の生まれ育った家庭っていうのが私にとってのロールモデルじゃないから諦めてた。でもそれも叶った。で、私は自分と母親との関係が自分の理想とする親子像ではなかったし、多分そこで自分で自分の子供をね、自分の母親と自分のような関係になるのが怖かったんだと思う。だから子供も絶対持たないと思ったけど、でも今、娘がいてすごく幸せ。娘も私のことを大好きでいてくれる。とかね、それを叶えた。他のことも叶えたよ。他のこともね、いろいろ叶えたけど、なんか私にとってはそれってやっぱ大きい意味があって、自分の帰る場所がなかったから、ここが私の家なんだっていう場所がなかったから、自分の家族なんだっていう感覚がなかったから、今これを叶えられてるのはすごく嬉しい。でも、その私になる前の物心ついた頃からの私がやりたいって思ってたことって本を書くってことなんだよな。で、それが今の45歳の私にまだ叶えられてない。で、やってみてもないのに、それをやらないで諦めようとするのはやっぱりもったいないし、やってみようと思う。で、それをみんなにもうまくいかないこととか、ああ、これができたとかもね、みんなと共有していきたいと思うから、それを見て笑う人もいるし、一緒にね、喜んでくれる人もいるかもしれないし、私みたいにね、私と一緒にね、一喜一憂してくれる人もいるかもしれないし、わからない。でも、もし、もしよければ、自分でも本当はやりたかったのに、自分で勝手にできないって決めちゃったもの、自分が勝手にやらないって決めちゃったものないかって
思い出してほしい。で、試してみてほしいなって思います。まずやってみてから諦めよう。一緒に。でね、もっと言うとね、やってみてうまくいかなくっても何度やり直してもいいと思う。だから、やってみましょう。偉大な画家だとか作曲家でね、もう何百年も残るような作品作り上げた人たちだってね、人によってはその人がこの世からいなくなって他界した後に評価されるってこともあるの。でね、そんな風には私なりたくない。絶対嫌だ。だけど、それを考えるとね、人っていつ成功するかわからないでしょ？だから、自分が生きてたっていう証のために、自分のために、誰かに評価されなくてもいいし、誰も見なくてもいいけど、やってみよう。やってみよう。で、みんなにも自分にも言い聞かせてます。ということでした。ということで今日は、私本書くわっていう話でした。聞いてくれて本当にありがとうございます。今日なんかね、ちょっと興奮して、なんかね、話がいろいろ飛んだりだとか、なんかちょっと面白くなっちゃってたらごめんね。でも、ちょっとね、思いの丈をぶつけてみました。ということで、聞いてくれてありがとう。じゃあね。